ペンダコ。ボンジュールトゥルモンモアッセペンダコ先生。漫画を描きたい人、何から始めたらいいのかわからなくて一歩を踏み出せないあなたに、今日は漫画の基本の作り方についてお話しします。この動画ではざっくりとした手順と簡単な注意点をお話しします。今回は特別に私が20歳の時に描いた漫画を見せられる範囲でお見せしながら解説します。この作品で私は漫画家としてプロデビューしました。漫画制作のプロセスをざっとお話しすると、まずアイデア出し、書きたいネタが決まったらプロットを書きます。大体のプロットが固まったらピッチネームと進めていきましょう。よりいい漫画にするためにネームを直すことも重要ですね。そしてネームが完成したら原稿を書き進めます。下書きしたらペン入れ、最後にトーンを貼って完成ですね。すいません。たくさんやらなきゃいけないことだらけに聞こえますよね。安心してください。漫画制作のステップは大きく3つに分けられます。1つずつ解説していきますね。アロセッパーティペンダさて、漫画制作のステップは大きく3つに分けられます。考えるステップ、演出するステップ、書くステップ。今回はそれぞれの項目を深く解説しません。まずは漫画の制作過程を理解してもらって、皆さんに漫画を完成させてほしいからです。もちろん重要なポイントについてはお話ししていきます。それでは順番に紹介していきましょう。ステップ1、考える。ここでの目的はプロットを作ることです。プロットとは物語を長くても2、3行にまとめた文章のことです。プロットを作ることで自分が漫画にしたいことを明確にします。そのためにアイディアを練ります。アイディアを練る。どんな漫画を描きたいのか、アイディアを書き出します。何でも構いません。その中から自分がワクワクするものを選びます。選んだ要素から想像を膨らませましょう。私はシーンから発展させることが多いです。そのシーンはどんな世界で起きているんだろうか、そのシーンにいるキャラクターはどんな人なのか、具体的に想像を広げていくことで頭の中にあったイメージが明確になります。ある程度アイディアが具体的になったら、次はキャラクターデザインを書きましょう。キャラクターデザイン。プロットを書くためにもキャラクターの絵を描き出しましょう。キャラクターの性格をビジュアルで表すように気をつけましょう。髪型、服装、顔立ちなど考えるべき要素は複数あります。目についてはこちらの動画で解説しています。あと、初心者の人がよくやるミスを紹介します。物語の最初からたくさんキャラクターを出そうとする人、これはやっちゃダメ。初めから自分の描きたいものを全部漫画にするのはとっても難しいです。漫画を初めて描く人は、まずはキャラクター2人の活躍する状況、物語を考えてみましょう。キャラクターを描き終えたら、いよいよプロットを作りましょう。プロット。今まで考えてきたことを詰め込んでプロットにしていきましょう。お話の始まりから終わりまでを2、3行の文章にします。どんな物語の漫画にするのか明確にするためにも、短く文章をまとめることが重要です。長編漫画でもお話を短くまとめることは可能です。既存の作品を例にしてみましょう。ナルト。落ちこぼれの主人公が数々の試練や仲間との協力を経て里一番の忍び（ほかげ）になる話。鬼滅の刃。主人公が鬼にされた妹を元に戻す方法を探すために鬼と戦う。主人公は鬼の長を倒し、妹を人間に戻す。短い文章の中に主人公の目的や作品の世界観をイメージできる言葉が入っていると完璧です。プロットが出来上がったら、あなたのアイディアが物語へと成長した証拠です。次はこのプロットを漫画の形へ演出していきましょう。ここでは主にネーム、ストーリーボードと呼ばれる作業を行います。ネームとは漫画を描くための設計図とよく例えられます。どのように
考えたお話を漫画という形で語るのか演出するための作業です。作業を始める前にまずは何ページの漫画を描くのか決めましょう。私は初めて漫画を描く人に30ページ以内の作品を描くことをお勧めしています。それ以上のページ数の作品をうまく演出するのは初心者にはかなり難しいからです。それではまずはプチネームを作成します。プチネームはネームの簡易版。これは自分のためのネームです。最初から最後のページまでの小回りや絵、セリフを考えます。主に小回りについて考えるので、絵はラフで構いません。ネーム、プチネームで考えた演出をもとにネームを書きます。これが僕が20歳の時に書いたネームです。A4 のコピー用紙に鉛筆で書いています。絵や文字は他人が見てもわかる程度に書きましょう。ネームが書き終わったら友人や編集さんに見せて改善していくからです。このネームはとても悩んだので20ページを書き終わるのに2週間かかりました。ネーム直し、ネームを書き終えたあなた、本当にお疲れ様です。しかしネームは書き終わってからが本番。ネームを直してより良い漫画にしていきましょう。実はネーム直しは全ページ書き切ってからしないと意味がないんです。なぜなら全体のバランスを見て直しをする必要があるからです。そもそもなぜネームを直さなければいけないのか疑問に思う人もいますよね。プロを目指している方向けのお話になってしまいますが、ここで漫画を描く上で大事な心構えをお伝えします。それはどうやったら自分の漫画がうまく伝わるのか常に考えるということです。一人でそれを考え修正していくのは難しいことです。なので友人や編集さんに見せてより読者に作品の面白さが伝わるように改善していきます。繰り返し修正を行うこともあります。この作品では全ページを3回は書き直しました。作品のページ数が多いとネームを完成させるだけでも大変です。なので先ほども言った通り初心者は少ないページ数で挑戦することをお勧めしています。はい、ネームが完成したら次はいよいよ原稿作業。ここまで来たあなた、よく頑張りました。さて、ここで問題です。原稿作業で大事なことは何だと思いますか？そうです。完成させること。今までこんな人たちをたくさん見てきました。2、3ページ原稿を書いたら満足してしまう人、自分の原稿のクオリティに満足できなくて何度も書き直してしまう人、書きたいページだけ書いていつまでも完成しない人、本当にもったいない。完成しなければ頑張って考えたお話もネームも無駄になってしまいます。完成させることが大事なんです。というわけで下書き、ペン入れ、仕上げという3つの段階を経て原稿を完成させましょう。下書き、原稿用紙にペン入れのための下書きを行います。何ページもあるので締め切りに間に合うよう予定を立てます。1ページずつ順番に作業を進める必要はありません。私の作業の進め方を例にしてみますね。今日は主人公の下書きを全部終わらせようとか、午前中に苦手な背景を終わらせる、午後は疲れてるはずだから得意なキャラの下書きをするといった具合に自分に合った作業のオーガナイズを見つけましょう。ペン入れ、画材を使い分けてペン入れを行います。例えばキャラクターは G ペン、背景はミリペンを使っています。当時はここまで全てアナログで行っていました。作品を書いている時はまだ学生だったので、友達にオノマトペや効果線を手伝ってもらいました。もちろん締め切りに間に合わせるためです。仕上げ、ベタやトーンを貼っていきます。この作品では原稿をスキャンしてデジタルで行いました。
私はネームの段階でどこにどんなトーンを貼るのか決めています。なぜならマイページごとに貼るトーンを考えていると作品全体の統一感が損なわれてしまいます。それに作業のスピードも落ちてしまいます。なので演出を考えるとき、作業をするときの切り替えを意識するように気をつけています。さあ、これで完成です。今日は簡単に漫画制作のプロセスを紹介しました。作業が多くて複雑に感じたかもしれませんが、一番大事なのは漫画を描きたい、完成させるぞというパッションですね。バカンスなどを利用してぜひ漫画制作に挑戦してみてください。各ステップで役立つ動画を概要欄にまとめています。興味がある人はぜひ見てみてください。小回りの基礎の基礎についてはこの動画、漫画を描くのに使う道具についてはこの動画、ペン入れやトーンについてはこの動画、クリスタのセットアップ、トーンの貼り方についても解説しています。より詳しく知りたいことがある人はコメントで質問してください。今後の動画制作の参考にさせていただきます。この動画が役に立ったと思う人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アビアント。